はい、今回はアフターエフェクツでこんな感じの文字の中心が尖ったような表現、チゼルドテキストの作り方をご紹介していきます。ニュアンスとしては彫刻や彫り物なんかで削り出した輪郭の文字といった形になると思うのですが、映画のタイトルなんかでよく使われているスタイルの表現となります。こういったフォントはどこにあるんですかみたいなご質問もいただいたりしていましたので、今回はこちらの表現の作り方をご紹介していきます。まずコンポジションを作成します。コンポジション、新規、テキスト01としてフル HD の6秒のコンポジションを作成します。そしてテキストを配置します。こういった時、映画なんかであれば何月何日公開みたいな形なのですが、ちょうど8月3日にモーショングラフィックスのイベントをやりますので、今回はちょっと告知も兼ねてこんな感じの表現とさせていただきます。ここではテキストのコンポジション、いっぱいの大きさで文字を作っていきます。時間を調整します。SNS の方ではちょこちょこ告知させてもらっているんですが、いろいろなモーショングラフィッカーが集まって、セミナーあり、交流会ありみたいな感じのイベントとなります。運営の方にはちょこちょこ初心者ですが参加してもいいですかみたいなことが来ているみたいなんですが、バリバリもうすでにモーショングラフィックをやっている方はもちろん、最近やりだした初心者の方からこれからやってみたいというまだ興味段階の方まで、特に高校生以下の方は無料になりますのでお気軽に参加していただければと思います。詳細は説明欄の方にリンクを貼っておきますのでそちらからご覧ください。丸が大きいですね。ではこんな感じで文字ができましたので、次にこの文字を尖らしていきます。思い返してみるとトレーラの解説ではあまり使っていなかったのですが、テキストのレイヤースタイルを使っていきます。テキストを選択して右クリック、レイヤースタイル、ベベルとエンボスを追加します。するとレイヤースタイル、ベベルとエンボスが追加されました。開きます。スタイル、ベベル内側、テクニック、ここでシゼルハードを選択します。そしてサイズを増やしていくと、もうこれだけで文字が切り出された尖った表現となります。Photoshop で使うレイヤースタイルと全く同じ技法となります。では続けて質感を作っていきます。さらに右クリック、レイヤースタイル、グラデーションオーバーレイを追加します。グラデーションオーバーレイを開いて、まずカラーを設定していきます。グラデーションを編集をクリックしてカラーを設定します。左の白をまず、ベタにゴールドなトーンにしていきます。そして2色目右側の色をゴールドに近い形で少し薄めて明るくした感じですね。に設定します。次にスタイル、反射にします。そして反転をオン。するとこんな感じとなります。ちょっと文字の行間が離れている気がするので調整しておきます。これぐらいですね。ちょっと Q も遠いかな。こんな感じですね。これでベースとなるスタイルができました。ただよく見てみると、この例えば9のこの辺りですね。あと8のこの辺り。
この辺がスタイルで無理やり作っているために微妙に形が気持ち悪いので、ここを修正していきます。まずテキストをプリコンポーズします。レイヤー、プリコンポーズ、t、元としておきます。テキストの元ですね。そしてすべての属性をコンポジションに移動で、新規コンポジションは開かなくていいのでチェックを外して OK。すると t 元というコンポジションに今のテキストが入りました。この状態でコピースタンプツールでここを修正していきます。コピースタンプツールを選択して、このテキストをダブルクリックします。するとレイヤーパネルが開きますので、ここでこの文字を修正していきます。まずスペースキーを押しながらドラッグできます。この Q のこの部分ですね。ここを修正していきます。コピースタンプツールでコピーする元の部分を Alt キーを押しながらクリックします。そしてこんな感じで塗っていきます。完全に Photoshop と同じような作業になるのですが、個人的には Photoshop の方でやることが多いのですが、今回は After Effects でやっていきます。こんな感じですね。これでまず9が修正できました。同じように8も修正していきます。この部分ですね。この辺りをオルトキーを押しながらクリックして不要な部分を塗っていきます。さらにこの右側、こんな感じですね。これで修正できましたのでコンポジションに戻ります。これでベースの文字が完成しました。続けてこの文字に光沢感、反射を作っていきたいので、今回はこんな感じの写真を使っていきます。まず文字を Ctrl+D で複製します。そして一つを画像の上に移動して、画像トラックマット、アルファマットに設定します。すると写真を文字の形で切り抜くことができましたので、この画像を例えばオーバーレイするとこんな感じで、この元の下のテキストの上にオーバーレイで写真を切り出したものが載っている形となります。そしてこの画像にエフェクト、ブラガウスですね。で少しぼかしをかけてなじましていきます。15、こんな感じですね。これで景色が映り込んだ光沢感のある文字となりました。もう少しブラきつくてもいいですね。20。これで文字の質感ができました。続けて文字を動かしていきます。レイヤー新規、ヌルを作成して、すべてヌルを親に設定します。そしてヌルで S を押して、スケールで大きさを調整します。このぐらいですね。ヌルは非表示にしておきます。スケールにキーフレームを設定して、時間を進めてスケールを上げていくと。すると、こんな感じですね。そして文字が動くことで、この反射の映り込みも動きますので、この画像ですね。これにも S、スケールで、単独で動きをつけておきます。こんな感じですね。
するとこう映り込みがずれていくような形となります。もう少し激しくずらしてもいいですね。こんな感じですね。これで文字のスタイルが完成しましたので、あとはおまけでお約束の光ですね。レイヤー新規、平面、オプト01として黒い平面を作ってエフェクト、ビデオコーパイロット、オプティカルフレアーズを適用します。描画モード、加算、そして光の種類を選びます。プリセットからこの辺りで余計なフレアを消しておきます。こんな感じですね。横長の光もいらないかな。こんな感じとしておきます。そして配置してブライトネス、明るさにキーフレームを設定して0、20コマ進めて100、20コマ進めて0、U を押してキーフレームを表示させて、すべてのキーフレームを選択して F9 で Ease。そして後ろは Ctrl+Shift+D でデリート。すると、こんな感じですね。そしてこれもヌルを親に設定しておきます。時間をずらします。さらに複製してタイミングをずらして反射の位置を変更します。さらに Ctrl+D で複製してもう一つぐらい作っておきます。この辺りにします。そして再生してみると、こんな感じですね。これで完成です。例えば色を変えたいようなときは、レイヤー新規、調整レイヤーを作って、調整レイヤーにエフェクト、カラー補正、トライトーンを使ってまとめて色を変えることもできます。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで簡単に映画のタイトルのようなチゼルドテキストを作ることができます。ちなみにこの8月3日のモーグラフェスイン広島では僕はこのオプティカルフレアーズのエフェクトについてお話しする予定となります。最強のやっつけエフェクトオプティカルフレアーズを使い倒すみたいなタイトルにしているのですが、本当に5分10分やっつけでオプティカルフレアーズを載せるだけで簡単にいい感じにする方法から他のエフェクトと組み合わせてこんな表現もできるんだみたいな深いところまでご紹介する予定ですので、ご興味のある方はぜひご参加いただければと思います。ちょっと告知が多くなってしまいましたが、今回は以上となります。今回は以上です。またお会いしましょう。